どうもこんにちは、野村です。この度もご視聴ありがとうございます。今回ですね、知る人ぞ知るというか、かなりね、マイナーなメーカーのタブレットのレビューになります。新しくね、TCL っていうメーカーが TCL TabMax10.4 っていうタブレットを発表して、実はね、先行で提供していただいて、今ね、数日使っているっていう感じです。今、開封しているところだと思うんですけど、このね、TCL TabMax 初回のセールで24,000円くらいで発売されていて、タブレットの中ではね、かなり低価格のラインになっています。今 iPad とか Galaxy とか Xiaomi Pad 5とか、それなりにいいタブレット欲しいけど動画見るだけだったりとか、かなりねライトな用途で使いたいっていう方には結構ねちょうどいいタブレットになるんじゃないかなと思います。僕自身今ね Xiaomi の Pad 5っていう Xiaomi のタブレットを使ってるんですけど、実際タブレット選びってね結構難しくて、用途ってねかなり曖昧なんですよね。結構 Web のブラウジングする方だったりとか YouTube ね軽く見れたらいいやみたいな感じの方が多くて、結構ねそのハイエンドレベルを買って機能を持て余して売ってしまうっていう方が、多いと思います。ただですね、その価格が安いものを選ぶとなると結構ねタブレットの中では粗悪品というか、マイナーなメーカーで品質もよくわからないみたいなものが乱立していて、とりあえず Amazon Fire HD 買っておくかみたいな感じの人も多いかと思います。僕もねその誘惑にちょっとね負けてしまいそうになったんですけど、そういう意味ではですね、この TCL TabMax はちょっとね中間ラインというか2万円台で買えて、しかもね性能もちょうどよくて、普通にねライトに使えるタブレットとしてはかなりね有力候補になるんじゃないかなと思ってます。このね TCL TabMax の細かいところを見ていく前に、そもそもねこの TCL っていうメーカー何なのかっていう話ですね。基本的に僕のレビューではあんまりね信用度が低いというか、あんまりねちょっと粗悪品が多そうなブランドっていうのはレビューしないようにしているんですけど、この TCL に関しては僕自身ね結構信用しているというか、この TCL ね一言で言うとテレビとねスマホを出しているメーカーですね。すでに日本に進出していて、テレビに関してはかなりね日本の中での認知度も高いんじゃないかなと思います。4K でね49インチくらいの大画面のテレビを、5万円くらいでね発売しているっていう感じで、ハイセンスとかもねかなり有名なんですけど、僕の中ではハイセンスか TCL かみたいな感じの構造が出来上がっています。その他にスマホも出していて、スマホに関してはですねかなりね知名度低いと思います。ただ実はこれコスパ結構高いスマホを出していて、テレビのメーカーっていうこともあってかなりね低価格なスマホでも画面の品質は高いみたいな感じの結構個性的なスマホを出している印象があります。TCL10-5G とか TCL10 Pro とかは個人的にはねちょっと欲しいなと思っていたスマホですね。とりあえずね TCL に関してはもうコスパの高いテレビとスマホを出しているっていう感じで、ちょっとね個人的な話になっちゃうんですけど、実はですねこの TCL っていうメーカーのテレビ実は実家で使っていまして、多分ね今現役で使ってると思うんですけど、 3,4 年前くらいにね購入して、今でもね普通に全然使えてるっていう感じです。当時フル HD で49インチの結構大画面のモデルなんですけど、スピーカーもいい感じのやつついていて、しかもね画面が湾曲してるんですよ。全体的にアルミのボディでめちゃめちゃ高品質そうなんですけど、4万5万くらいでね買えてしまったので、当時ねめちゃめちゃコスパ高いなと思ってました。ちょっとね余談になってしまったんですけど、結構ねコスパの高い製品出している TCL のタブレットをですね今回見ていきたいと思います。はい。ということで、早速ですね、外観から見ていきたいと思います。まずね、外観に関してはね、今回シルバーのモデルっていうことで、ちょっとね、光沢のあるような質感ですね。おそらく材質はプラスチックなんですけど、耐久度はありそうな雰囲気で、指紋もですね、全然目立たないです。ちょっと雑に扱ってもいいような感じの肌触りを感じますね。このディスプレイサイズは 10.4 インチっていうことで、10.4 インチなんですけど、割とね、縦長のデザインかなと思います。動画を横にして見る方であれば、かなりね、大きく表示できるんじゃないかなと思います。そしてですね、側面見ていくと、側面にですね、音量ボタンと、そして下の方に SD カードが入るようなスロットがついていて、この SD カードですね、256GB まで対応してるっていうことです。そして側面には何のボタンもついていなくて、上の方には電源ボタンと、あとスピーカー、そして USB Type-C の充電端子がついています。このディスプレイの上の方についているモデルって結構ね、珍しいかなと思います。スマホとかタブレットって基本ね、下についているので、上についているのは珍しいタイプかなと思います。そしてもう片方にもスピーカーがついています。今回一応4つついているような感じなんですけど、デュアルスピーカーになっています。スピーカーの音質自体はですね、僕結構 YouTube とかこれで見てたりするんです
ですけど、普段ね動画を見る方であれば全くね問題なく聞けるスピーカーかなと思います。ただね iPad とか Xiaomi Pad 5とかと比べると、ちょっとね見劣りするかなっていう感じです。音量をねマックスくらいまで上げると若干ね音割れしてるかなっていうような雰囲気がありますね。ただねそこまで音量を上げる方いないと思うので、普段ね全然問題なく聞けるくらいの音質です。あとですね、この画面の上の方にインカメラがついていて顔認証に対応しています。指紋認証には対応していません。顔認証はですね若干ね認証は遅いかなっていう感じです。それはね価格相応かなっていう感じです。あとですね、肝心な重さなんですけど、ディスプレイサイズが 10.4 インチで 470g ですね。Xiaomi Pad 5が11インチで 500g ちょっと超えてきたくらいなので、そんなにね軽くもなく重くもなくっていう感じで、このディスプレイのサイズから考えると標準的な重さかなと思います。次はですね、ディスプレイですね。ディスプレイに関してはね、10.4 インチの液晶になっていて、解像度が 1200×2000 で十分なくらいのね、解像度があります。明るさに関しては公表されていなくて、僕のね、体感としては Xiaomi Pad 5が500ニットで、それよりね、1段階暗いかなっていう感じです。多分452とか402とかなと思います。普段ね、家で使っている場合であれば全然問題なく使える明るさかなと思います。ただね、屋外で、しかも晴天の場合だと結構ね、見づらいかなっていうくらいの明るさです。液晶パネルに関しても多分ねこの画面の、視野角が狭いような感じですね。多分カメラでも分かってもらえるかなと思うんですけど、正面からちょっと外れると暗くなるような感じで、ちょっとね液晶の質感に関しても価格相応かなっていう感じです。この2万円台のタブレットだったとしてもやっぱりね UKL とか載せてしまってくれた方がね個人的には最高だったかなと思います。またですね解像度も十分で液晶だったとしても普通に YouTube とか Netflix とか見る方であれば全然ね問題なく使えるかなと思います。この価格帯だとね結構解像度落とされがちというか HD 画質なものも多い中で、やっぱりね個人的にはフル HD というか 1200×2000 あれば、十分というか最低ラインかなっていう感じです。あとですねこの TCL の特徴というかディスプレイに関しての機能で NXT Vision っていう機能があって、動画を見るときにですね動画の色味をね増幅してくれて HDR 画質でねしてくれるみたいな機能があるんですけど、その機能ですね使ってみてはいるんですけどあんまりね良くないかなと思います。若干ね色味が増幅されすぎて不自然な感じになってしまうこともあって、とりあえずね自然な色味にしたいっていう方であればオフにすることをお勧めします。ということで次はですねパフォーマンスですね。今回チップはスナップドラゴン665っていうものを搭載しています。結構2万円から3万円くらいのミドルスマホに搭載されるようなチップを今回搭載しています。個人的にはね2万円台のタブレットとかになるとメディアテックの結構低めの、性能低めの GPU をね搭載しているっていう感じの印象なんですけど、スナップドラゴン665あれば普通に問題なく使えるかなと思います。Xiaomi Pad 5とか iPad とかと比べてしまうと Web のブラウジングとかでちょっとしたもたつきをね感じることはあるんですけど、これだけあれば最低ラインというか動画を普通に見たりとか、軽い用途で使う方であれば、全然ね問題ないかなと思います。あとねメモリーも 6GB 搭載していてストレージ 256GB あるので、そこに関しても結構ね心強いかなと思います。とは言ってもですねこのスペック自体はですねエントリークラスからミドルスペックなので、例えばねPhotoshop とか Lightroom とかで写真の編集をしたいっていう方だったりとか、あとねイラストを描きたいだったりとかゲームをしたいっていう方にはねかなり物足りないっていうか、それにはね適してないかなと思います。またですね普段使いでちょっと Web のブラウジングだったりとか動画を見たりとか、あとね若干 Web のライティングをしたいっていう方であれば使えるレベルかなと思います。実際にですね僕が最近購入したこのマイクロソフトの Bluetooth キーボードがあるんですけど、これとつなげてちょっとねこの YouTube の台本とか書いてた時には全然問題なく使えましたね。Xiaomi の Pad 5でこの Bluetooth キーボードを接続すると若干相性が悪いというか、このキーここになっちゃうんだみたいなことがあって若干ズレがあることがあるんですけど、この TCL Tab Max は結構ね相性いいというか普通に問題なく使えて結構ね感動しました。あとですね、バッテリーに関しては 18W の急速充電に対応しています。バッテリーの持ちはですね、結構いいんじゃないかなと思います。この Bluetooth キーボードと TCL Tab Max をつないで Google ドキュメントでちょっとね、ライティングをしてみたんですけど、かなりね、充電の持ちはいいなと思いました。15分でだいたい 1% とかしか減ってなかったので、とりあえずね、10時間くらいはね、こういう軽い作業であれば持ってくれるかなっていうふうに思います。このね、動画再生に関しても YouTube の動画で1時間くらいね、垂れ流しにしてたんですけど、充電の減りが10%
50%くらいで、その時画面輝度と音量50%くらいだったんですけど、それくらいね、結構持ってくれるかなと思います。あとですね、カメラですね。今回シングルカメラになっていて、一応ね、LED ライトがついています。カメラ品質に関しては正直におまけかなと思います。おまけレベルの品質かなと思います。多分作例出てるかなと思うんですけど、ほぼね、このカメラ、写真をね、楽しみたいっていう方にはね、使えないかなと思います。ということで今回ね TCL Tab Max についていろいろ話していったんですけど、やっぱりね iPad とか Xiaomi Pad 5と同じように使えるかって言われるとそうではないかなと思います。ただにディスプレイの品質もね解像度十分で明るさもね普通にあるので全然ね問題なく使えるかなとは思います。なので2万円くらいでねタブレット探していて Web のブラウジングとかあと動画視聴でできればいいっていう方に関してはちょうどいいかなと思います。やっぱりね品質低いものを買うともっさりしていてあんまりね使わなくなってしまったりとか、あとね画面の品質も良くないから結局スマホで見ようみたいな感じになってしまう方もいると思うので、これくらいあればですね全然メインとして使えるかなと思います。ということでここまで見ていただきありがとうございます。皆さんねタブレット何使ってますか？そしてね何が欲しいですかね？僕が今欲しいのがサムスンから新しく発売された13インチくらいのでかいタブレットですね。名前ちょっと忘れてしまったんですけど、あれがですねめちゃめちゃねいいなと思いました。本当にね薄くてしかもねパソコンとしても全然使えそうだなっていう感じの印象で、今ね今回 TCL 紹介していっていうのもあれなんですけど、あとですね OPPO からもねタブレットが発表されましたね。ちょうど昨日の夕方くらいかな、 OPPO Tab っていうタブレットがグローバルでね発表されました。OPPO に関しては結構ね日本でもいろんな製品展開しているのでタブレットもね出してほしいなっていうふうに思いました。ということで最後まで見ていただきありがとうございます。皆さんのコメントと高評価ですねかなりモチベーションになっているのでよかったらね気軽に書いてみてください。次の動画でお会いしましょう。じゃあね。